はもやしナムルを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はもやしのナムルを作りたいと思います。今回はですね、スーパーの食材でもお安く手に入るもやしを使った定番料理ナムルを作っていきたいと思います。もやしをシャキシャキに仕上げるコツなどいろいろご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豆もやし、長ネギ、白ごま、ごま油、お醤油、お酢、お砂糖、鶏ガラスープの素、おろしにんにく、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。ということでね、通常ね、ナムル作るときはネギとかね、あんまり入れないかなと思うんですが、今回はネギを入れてね、作っていきたいと思います。そうすると味のアクセントになってとても美味しく仕上がります。あとですね、今回はこちら主役のもやしは豆もやしを使っていきます。こちらは普通のもやしを使っていただいても OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにもやしを茹でていきます。お鍋にたっぷりめのお水を入れて、こちらをまず沸騰させます。はい、沸騰しました。で、沸騰したらここに小さじ1/2の塩を入れます。で、下味をつけながら茹でていきます。ではここにもやしを一度に加えましょう。やけどしないように注意してください。それでは沸騰したお湯で2分から2分30秒ほど茹でていきます。で、ここで注意していただきたいのが、もやしは茹で時間が短いと変色しやすくなります。かといってね、長く茹でると食感が悪くなってしまいますので、豆もやしの場合は2分から2分30秒ほど茹でていきます。普通のもやしの場合は1分半ぐらいを目安に食感を確かめながら茹でてみてください。はい、 OK です。時間が経ちました。そしたら湯切りします。はい、湯切りしました。湯切りしたら素早く冷水でもやしを冷やしてください。はい、今冷水でしっかりもやしを冷やしました。そのまま放置しておくと余熱でどんどん火が入ってしまって食感が悪くなってしまいますので、茹で上がりはすぐね、流水に当てながらしっかりもやしを冷やしてください。それではこのままね、10分ほど水切りします。では続いてもやしの水切りをしている間にネギをみじん切りにします。まずですね、表面に切れ込みを入れていきます。斜めにね、入れていきましょう。で、深さはね、だいたい1/3ぐらいまでね、切れ込みを入れます。こんな感じ。このように切れ込みを入れてください。で、そしたらこれを裏返して裏面も同じように切れ込みを入れていきます。で、そしたらね、普通に切っていきましょう。はい、ネギはこれで OK です。このようにしていただくと簡単にみじん切りにできます。こちらはね、やりやすい方法でみじん切りにしていただいて OK です。はい、10分経って水切りが終わりました。それではボウルにもやしを入れて調味料と合わせていきます。まずここに長ネギです。そして白ごま、お醤油、お酢、お砂糖、鶏ガラスープの素、おろしにんにく、ごま油です。そしてこちらを混ぜ合わせましょう。あんまりね、激しく混ぜすぎるとこの豆の部分が取れちゃうので、優しくあえてください。はい、これで OK です。で、ここで味見していただいて、もしね、しょっぱさが足りない時は塩を加えて味を整えてください。こんな感じで仕上がりました。これで完成です。はい、これでもやしの簡単ナムルの完成です。こんな感じに仕上がりました。もやしもシャキシャキで美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。もやしのシャキシャキ感が最高ですね。そしてね、ネギの香りもね、アクセントになってとても美味しく仕上がってます。ちょっとね、これをピリ辛にしたい時は鷹の爪などね、一緒に入れていただくといいかなと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のもやしナムルのポイントです。まずもやしなんですけれども、今回豆もやしを使いました。こちらですね、豆もやしじゃなくて普通のもやしを使っていただいても OK です。そして茹でる時のポイントです。まずですね、茹で時間に関してなんですけれども、このもやしはですね、茹で時間が短いと変色しやすくなって、逆に茹で時間が長すぎるとこのもやしのシャキシャキっとした食感がなくなってしまいます。豆もやしの場合は沸騰したお湯でだいたい2分から2分30秒ほど茹でてください。
さい。そして茹で終わった後はすぐ流水に当てていただいて、もやしを冷ましてください。これをですね、湯切りしたまま置いておくと余熱で火が入ってしまって、もやしのシャキッと感がなくなってしまいます。なので必ず茹で上がった後は流水に当てて冷やしてください。そして冷えたもやしはしっかりね、ざるで10分ほど水を切っていただけたらと思います。豆もやしじゃなくて普通のもやしを茹でる場合はだいたい1分半ぐらいを目安に少し様子を見ながら茹でるようにしてください。で、そしてあとはね、もう調味料を混ぜるだけなのでとても簡単です。で、今回ね、味のアクセントで長ネギも刻んで入れました。ぜひこちらも入れてみてください。で、調味料を混ぜた後は最後味見をしていただいて、塩で味の調整をしていただけたらと思います。で、こちらのナムルはですね、時間が経つとどんどんね、水分が出てきてしまいますので、出来上がったらね、なるべく早めに召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。シャキシャキでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はもやしのナムルを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。